皆さんこんにちは。このチャンネルでは私が実際に宿泊した東北中心の温泉旅館を毎週ご紹介しています。今回は総集編として2020年から2021年にかけて宿泊した福島県の10軒の温泉ホテルについて、各施設を 3,4 分程度で旅館の概要、お部屋、お風呂、食事までご紹介していきます。ご紹介順はオリジナル動画の配信順としていますが、各温泉ホテルのオリジナル動画は説明欄のリンクからご覧いただくことができますので、ぜひチャンネル登録の上じっくりご覧いただいて、皆さんのお気に入りの宿を見つけてみてください。ではスタートです。超絶景の露天風呂付き客室、会津芦ノ牧温泉丸峰旅館川根。丸峰旅館は本館、離れ山水、別館の川根で構成されており、露天風呂付き客室は川根のみにあります。川根は全43室で、川根宿泊者は丸峰本館のお風呂も利用できます。露天風呂付き培養室203号室です。ツインベッドと奥に掘りごたつのある小上がりがあります。お部屋から赤川を見下ろす景色は絶景です。ベランダながらヒノキの新しいお風呂で開放感も十分です。泉質は弱アルカリの硫酸塩塩化物泉。なんといってもこの景色は最高です。もう一つ露天風呂付きの洋室301号室をご紹介します。こちらの露天風呂には洗い場がないため内風呂があります。洋室とはなっていますが、一部和室の雰囲気が残っています。お部屋からの景色は203号室ほどではありません。ヒノキ風呂はとても綺麗で開放感も十分です。露天風呂からの景色も十分素晴らしいです。会津の四季をテーマにした人形が飾られていました。本館のロビーラウンジです。ほかほかの黒糖まんじゅうをいただくことができます。ロビーラウンジはとても広く開放的になっています。会場での夕食は和食会席です。福島の郷土料理もいただきました。メインの一つ、フカヒレ姿煮中華麺。もう一つのメインは国産牛豆飯焼き。大浴場前のラウンジです。展望大浴場です。露天風呂は岩風呂です。景色はあまり見えませんでした。川根にある古代ヒノキの湯にも行ってみます。全面ヒノキ、大型でとても雰囲気のいいお風呂です。こちらはお部屋の露天風呂です。朝食はカワセミで和食膳です。会津塗りの手塩皿に盛り付けられた料理が綺麗ですね。カワセミからの景色も絶景です。納豆や卵、ヨーグルトなどは好みでいただきます。売店夕顔です。一般的なお土産とともに、特に会津塗りの工芸品が多数ありました。手塩皿です。3つの貸し切り風呂が最高。土湯温泉別邸里の湯。里の湯は国立公園内にある全9室のみの一軒宿です。今回宿泊するのは離れのお部屋カソンです。
チェックインはお部屋で抹茶をいただきながら、里の湯の特徴は何といっても素晴らしい貸し切り風呂。すべての宿泊者が3つの貸し切り風呂を無料で利用できます。冷蔵庫内のアイスクリーム、ビールを含めたドリンクすべて無料です。お部屋は和室が3部屋。こちらは継ぎ土間。ベッドルームです。畳の上にダブルベッドが2つ。そして露天風呂付きです。内風呂はヒノキ風呂で、こちらも温泉です。アメニティにも強いこだわりが感じられます。マークス&ウェブのハンドトリートメントとソープ。ドライヤーはレプロナイザー。女性用の化粧品も多数。タオルは今治タオル、俺の惚れたタオル。シャンプー類はタイ生まれのナチュラルスキンケアブランドタン。3つある貸し切り風呂の1つ、新壁は50段の階段を降りなくてはいけません。タオルはほっかほか。飲み物もフリードリンク。こちらが貸し切り風呂新壁です。露天風呂に入って森林浴も楽しめる。今まで入ったお風呂でも最高のお風呂の一つです。新壁の奥にある川沿いのお風呂です。こちらも絶景でした。お湯は弱アルカリ単純泉、無色透明ですが、ほんのり硫黄の匂いがする上品なお湯で、源泉かけ流しです。続いて紹介するのは青蘭。こちらも内湯、露天風呂ともに素晴らしかったです。もう一つの貸し切り風呂、端染め。古代ヒノキの巨大な湯船が特徴です。他のお風呂と泉質が違うように感じました。お風呂上がりにはラウンジで休めます。おつまみやドリンク、アイスクリームも豊富です。夕食はお部屋で和食会席です。こちらは前菜。伊勢海老最強に。メインの一つ、国産黒毛和牛のロースト仕立て。メインのもう一つ、アワビの溶岩プレート焼き。朝食もお部屋で和食膳です。とても豪華でした。お部屋の露天風呂も露天で最高でした。こちらの素敵な巾着をいただきました。全11室、日本一の巨大露天風呂、磐梯山麓温泉清風亭。清風亭は磐梯山麓にある全11室の一軒宿です。すべての部屋に日本最大級の露天風呂がついています。到着時、出迎えてくれました。ロビーで座ってチェックインです。お部屋へ行く前に枕や浮き輪を貸してくれます。お部屋ではウェルカムフードがいただけます。お部屋は和室のリビングと寝室、板の間でとても広いです。お部屋や館内ではバリアフリーが徹底しています。和室にはお願いするとベッドを用意してくれます。内湯は小さめですが、こちらも温泉です。こちらが客室の露天風呂です。おそらく日本最大級と思います。
泉質はほぼ中性の塩化物炭酸水素塩泉、源泉 100% かけ流しです。娘が泳いでいましたよ。鯉が泳ぐ池があり、景色もまずまずです。清風亭の館内をご紹介します。フロントロビーです。部屋数が少ないので他のお客さんと会うことはありませんでした。ラウンジのようなスペースです。廊下には福島の工芸品が飾られています。こちらは会津絵ろうそく、会津塗の漆器と起き上がり小帽子。夕食はお部屋で和食懐石です。こちらはお子様メニュー。コロナ対策で配膳は少なめとなっていました。メインは福島県産和牛すき焼き。これは絶品でしたよ。朝食もお部屋で和食膳です。朝食のメインは湯豆腐。プライベート感が高く満足度の高い宿泊でした。30種の湯船が自慢の大型ホテル磐梯熱海温泉ホテル花の湯。花の湯は客室数165室の大型ホテルで、右に見える下風館、左の小風館、離れがあります。全部で30種とも言われる温泉湯船が特徴です。豪華で広いエントランスからロビーです。日本庭園を鑑賞できる足湯もあります。売店は大型で一般的なお土産から工芸品まで売っています。今回のお部屋は2902号室、露天風呂付き和洋室です。和室のリビングは12畳プラス広縁です。お部屋からは山の景色ですが、いい感じです。ベッドルームです。お風呂はヒノキ風呂でベランダにありますが、開放感は十分です。アルカリ性単純泉で無色無臭ですが、少しツルツルします。内風呂のヒノキ風呂もありますが、温泉ではありません。大浴場は時間で男女交代制ですのでご注意ください。庭園露天風呂はたくさんの種類の露天風呂を楽しめます。展望ヒノキ癒しの湯も大型のヒノキの浴槽が素晴らしいです。お風呂上がりにラウンジに寄ってみました。1階の大浴場に隣接しており、使い勝手がいいラウンジです。夕食はお部屋での和食懐石です。お子様メニューも豪華です。メインは福島県産黒毛和牛サーロインステーキ。秘伝のタレでいただきます。貸し切り風呂ランプの湯。壺風呂の温泉となっていますが、周囲が囲まれており露天ではありません。お湯は他のお風呂と同様です。朝食会場は2階の風舞です。朝食は和食膳です。メインは湯豆腐。焚き火の絶景露天風呂と川床ダイニング、会津東山温泉原滝。原滝は会津東山温泉では珍しく自家源泉を有しており、
源泉かけ流しのお湯を楽しめます。また川床ダイニングと言われる川のすぐそばのレストランが特徴です。今回は展望風呂付きの客室で川床ダイニングで夕食をいただきました。原滝は原滝と言われる滝のすぐそばにあり、お部屋やロビーから豪快な滝を見ることができます。こちらが原滝です。滝の音がすごいです。売店には一般的なお土産から福島の工芸品まで売られています。お部屋に入る前に浴衣を借りることができます。今回のお部屋、展望風呂付き客室です。お部屋はやや古めの純和風で、リビングは16畳程度です。お部屋からは眼下に滝が見えます。バスルームはフローリングになっています。こちらが客室の展望風呂です。洗い場もしっかり用意されています。ヒバでできた楕円形の湯船です。泉質は弱アルカリ、硫酸塩泉、無色無臭です。大浴場、千人風呂です。大浴場の露天風呂からは原滝が真正面に見えます。近くには射的場もありました。お楽しみの川床ダイニングです。この時は一部工事中でしたが、滝のすぐ脇で食事が楽しめます。メインは福島県産和牛炭火焼き。とてもいい雰囲気の食事を楽しめます。原滝は貸し切り風呂が4つあり、これが素晴らしいです。どの貸し切り風呂も滝側を向いています。今回は滝見の湯を利用しました。ヒバでできた素晴らしいお風呂です。ほぼ露天風呂でライトアップされた滝を見ることができます。雪見の湯もご紹介します。こちらもヒバの素晴らしい湯船で、手前には畳敷きです。朝食は海上で和食膳です。ハーフバイキングのような形式になっていました。プロが選ぶ日本一の宿、小畑温泉八幡屋。最初からテレビでしか見たことがないような素晴らしいおもてなしをいただきました。八幡屋は全145室で、小畑温泉では最も大型のホテルとなります。2021年にプロが選ぶ日本の旅館100選全国一となりましたが、その理由がわかるような素晴らしい宿泊でした。フロントロビーです。とても豪華な雰囲気です。売店月うさぎです。売店は2つありますが、こちらがメインで、主にお菓子などのお土産が売られています。もう一つの売店月ふくさは工芸品などが中心です。ロビーラウンジには琴の音が鳴り響いていますが、なんと吹き抜きの館内中央で琴の生演奏がされていました。と
ても豪華な雰囲気となっています。外にはプールがあり、夏は入ることもできます。今回のお部屋は当月間和洋室。素晴らしい景色でした。右には鳥居、左には桔梗亭が見えます。お部屋から見える稲荷神社をご紹介します。多数の鳥居をくぐって約700段の階段を上ります。こちらが稲荷神社です。八幡屋を見下ろすこともできます。別邸桔梗亭にはお食事処や貸切風呂、大浴場があります。貸切風呂は4つありますが、今回は山の根をお借りしました。貸切風呂山の根、御影石でできたとても広くて高級感のある湯船です。泉質はアルカリ性単純泉、無色透明ですがぬるぬるします。人工の滝が見えて景色も素晴らしいです。大浴場は本館の月待の湯と桔梗亭の展望露天風呂があります。月待の湯はとても広い石造りの大浴場で、露天風呂も素晴らしかったです。ラドン温泉サウナせせらぎ、内モンゴル爆反石サウナ日だまりの2つのサウナもあり、とても充実しています。展望露天風呂は桔梗亭にあるため結構歩きます。こちらが展望露天風呂谷の湯です。谷の湯には露天風呂が3つあり、いずれも石で作られた素晴らしいものでした。人工の山と滝が見えてなかなかの絶景です。夕食は桔梗亭、滝が目の前に見えるお部屋でした。こちらはお子様膳。メイン料理の一つ、和牛ステーキ石焼き。もう一つのメインはアワビと魚介、カニ味噌蒸し焼き。カニ味噌が絶品でしたよ。朝食はバイキングと選べましたが、今回は和食膳にしました。熱々の寄せ豆腐が美味しかったです。全8部屋のひなび宿、嶽温泉花かんざし。花かんざしは昭和初期に建てられたひなび宿で、全8部屋の小さな宿になっています。ロビーでは工芸品のようなものが多数飾られていて、見るだけで楽しめます。多くのものは購入も可能です。館内は純和風のイメージです。ラウンジ側には古い家具や人力車などが展示されています。まるで博物館にいるようです。ラウンジで抹茶とお茶菓子をいただきながらチェックインです。こちらの札は歌手の吉幾三さんの直筆です。今回のお部屋は露天風呂付き片栗8畳の和室2間となっています。随所に古さを残していて、昭和初期の雰囲気を感じられます。こちらはダイニングです。
もともと2部屋だったものを改装で1部屋にしたように見えます。客室露天風呂です。露天とは言っても屋根や周囲は囲まれています。石造りのとても大きな湯船です。強酸性の単純泉ですが、ほんのりと硫黄の匂いがします。色も薄い乳白色で雰囲気も十分です。大浴場の脱衣所です。部屋数が少ないので小さめですね。内風呂と奥に露天風呂が見えます。時間で男女交代制です。大人 2,3 人程度の小さめの湯船です。露天風呂は木造りで大きさも広めです。屋根がありますが雰囲気は十分です。お湯は酸性の単純泉、薄い白色です。もう一つの大浴場です。内湯はほぼ同様ですが、露天風呂はありません。夕食はお部屋で和食懐石です。お子様膳は揚げ物中心です。メインの一つ、タイのしゃぶしゃぶ。こちらもメイン、アワビの春菜蒸し焼き。朝食は和食膳、お部屋でいただきました。つみれ汁としいたけと揚げ出し豆腐の朴葉味噌焼き。満足度日本一の硫黄泉、高湯温泉ひげの家。高湯温泉はじゃらん全国温泉地満足度ランキング2021で第1位に輝いた高濃度硫黄泉を楽しめる名湯です。今回は日本人を守る会会員ひげの家に宿泊しました。客室は全10室、2016年に改装し、露天風呂付きやテラス付きの客室が新設されました。こちらはフロント前のラウンジ。ショップもありました。今回のお部屋は露天風呂付き客室利休梅です。利休梅は2016年に新設されたお部屋で約44平米の和洋室です。こちらが客室の露天風呂です。お風呂はベランダにありますが、開放感は十分です。源泉を引いている木箱です。源泉は高湯26番滝の湯 pH2.7 の強酸性硫黄泉です。お部屋で源泉 100% かけ流しの素晴らしいお湯を楽しむことができます。貸し切り風呂、星見風呂は空いていれば利用することができます。川沿いの開放感抜群の露天風呂になっています。源泉は高湯16番千木の湯、強酸性の硫黄泉です。これだけのお風呂を家族で楽しめるのは素晴らしいですよね。大浴場千木の湯。男性大浴場内湯です。
源泉は貸切風呂と同様1000基の湯。男性露天風呂滝の湯は少し離れたところにあります。男性露天風呂滝の湯、源泉はお部屋と同じ滝の湯です。使われている木材もいい雰囲気を出しています。川沿いの素晴らしい温泉です。女性大浴場内湯です。男性とほぼ対称な作りです。女性大浴場露天風呂です。レイアウトはほぼ男性と同様となっています。夕食は個室会場で和食会席です。山の幸中心の前菜です。メインは黒毛和牛しゃぶしゃぶ。朝食も同じお部屋で和食膳です。寄せ豆腐がとろっとろで美味しかったですよ。食後テラスでコーヒーをいただきました。豪華館内と絶景露天風呂、会津芦ノ牧温泉大川荘。大川荘は芦ノ牧温泉では最も大型の全110室のホテルで、創業はなんと江戸時代。武家屋敷のような非常に重厚なエントランスです。大川荘といえば豪華館内とお部屋からの絶景が有名です。館内に入ると三味線の音色が聞こえてきます。こちらが大川荘名物の浮き舞台、鬼滅の刃無限城に似ていると話題になりましたよね。ロビーはとても開放的になっており、窓からは絶景が望めます。会津の伝統工芸品のコーナーです。売店会津。かなり広い売店で、地元会津のお土産だけでなく、漆器、陶器など民芸品も多数売られています。鬼滅の刃グッズもありましたよ。今回のお部屋は宵町邸特別室、和室2間と広縁です。なんといってもお部屋からの絶景が素晴らしいです。こちらはもう一つの8畳和室。こちらからの絶景も素晴らしいです。貸切風呂空中露天風呂へ行ってみます。空中露天風呂は月見亭側にあり、100段以上の階段を降りる必要があります。空中露天風呂です。石でできた大型の湯船が2つ。屋根はかかっていますが、開放感は十分です。お湯は源泉かけ流し pH7.5 の塩化物泉です。無色透明無臭です。許可をいただいて大浴場を撮影させていただきました。脱衣スペースです。大型ホテルですので、洗い場含めかなり広めです。お湯は弱アルカリの塩化物泉、無色透明無臭です。なんといっても露天風呂が素晴らしいです。小さめの石の湯船が3段、段々畑のようになっています。一番下は川側にせり出していて、絶景露天風呂となっています。男性のピンクソルトサウナ日だまり。夕食は個室会場で和食会席です。お子様メニューです。メイン料理アワビ松茸の鍋物です。もう一つのメインは福島県産サーロイン温しゃぶ。
朝食はビュッフェバイキングでした。品数も豊富で豪華なバイキングでしたよ。極上のおもてなしと食事、飯坂温泉、御宿カワセミ。御宿カワセミは約3000坪の敷地に全12室。お部屋の作りがすべて異なる和風のすき家造りです。宿に足を踏み入れると素晴らしいおもてなしをしていただきました。館内では至る所でカワセミもおもてなしてくれます。和の様式美が素晴らしいです。広いロビーから池を見渡せますが、これが素晴らしいです。大きな一枚窓から見る景色は和の絶景です。ショップにはカワセミのグッズやオリジナルアメニティなどが売られています。ガラス美術館を併設していることから、館内の至る所でガラスの工芸品が展示されています。こちらはラウンジビードロ。組子細工が飾られた雰囲気のいいラウンジです。ドリンクもありました。2階にもラウンジのようなスペースがありました。チェックインはお部屋で抹茶と和菓子をいただきながら、今回のお部屋は離れ露天風呂付きのひなげし、和室2間のジュニアスイートビラです。お部屋からは手入れの行き届いた日本庭園が見られます。こちらは次の間、夜は寝室となります。こちらからはロビー前の池が見えます。アメニティはカワセミのオリジナル。一つ一つにカワセミのロゴが入っています。こちらは内湯のヒノキ風呂。こちらは温泉ではなく地下水です。こちらが客室の露天風呂。庭園の景色が見えます。泉質は弱アルカリ性単純泉。無色透明無臭です。屋根はかかっていますが、開放感は十分です。大浴場をご紹介します。大浴場の内湯です。石造りの大きな湯船のお風呂です。鎌倉サウナは休止中でした。露天風呂もとてもいい雰囲気でした。カワセミは食事を食べるために泊まりがけで出かけてみるがコンセプトです。お子様膳です。前菜五穀豊穣の盛り合わせ。メイン料理黒アワビとフォアグラのきのこスープ炊き。こちらもメイン仙台牛のくわ焼き。夕食後翌朝いただくお水のブランドを決めます。こちらは夜食のおにぎりとミネラルウォーター。朝食前にお願いしておいた龍泉洞のお水をいただきました。朝食は和食膳です。朝食のメインはししとうやホタテの朴葉焼き。食後はティーイートをいただきました。お部屋でチェックアウトです。今回の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、チャンネル登録いただいて引き続きご覧ください。